はい、皆さん、こんにちは。シンダです。今回は、ピクミン4に出てくる新しいボス生物ですね。新登場したボス生物について一挙に解説していきたいと思います。いろんな考察もね、含めての、解説となりますが、そこら辺も含めて一緒にね、夏休みの自由研究感覚で一緒に楽しんでいきましょう。はい、というわけで、まず最初の、原生生物はこちら、ハリアラシですね。体験版ではまず最初にオリマーに立ちはだかったボス生物なんですが、和名がドドメイガグリヒコウとなっていて、この飛行っていうのがね、漢字ではこんな感じに書きます。はい、ドンというわけで、この飛行目っていうのが、現実世界でいうとアルマジロが、分類されているものなんですね。なので、これはドドメイガグリのアルマジロという感じになります。で、このドドメっていうのが何かというと、おそらくなんですけども、ドドメ色ドドメ色ですね。こんな感じの、赤紫色だったり、青紫色だったり、大体紫色、ちょっとね、変化のある紫色のことを、指しているドドメ色から来ているんだと思います。この、皮の部分、背中のね、部分も赤紫色ですし、本体の部分もね、よく見ると、紫色、濃いね、紫色なので、その色合いからドドメという名前で、イガグリみたいなアルマジロ、飛行ということで、そういう感じのデザインなんだと思います。解説をね、見てみると、オリマーさんによると、針に覆われた飛行は隙間だらけで柔らかく、臆病な性格で危険を感じると針を射出する。しかし針の生産には大きなエネルギーを要し、多くの餌を必要としている。想像なんですけども、サメのね、サメの歯って何回も生え変わると言われていますが、そんな感じでね、生え変わる針なんでしょうね。で、その餌を必要とするために、ゴミを漁っては虫だけではなく、ゴミそのものまで小さな口で吸い込むようだ。私のドルフィン号のパーツもね、ご多分に漏れず食われていたが、決してゴミではないと。ちょっとオリマーさんのユーモアの部分も、見られますが、そんな感じの、解説となっています。ダルメッシュさんによると、うずくまるように丸まっては寂しがっているように見えます。近づくと全身の針を奮い立たせ、こちらに向かって飛ばしてきますが、これはきっと構ってほしい合図ですと。はい、ダルメッシュさんらしい、コミカルな解説ですね。で、はい、いつも通りのルイさんによると、肉は綺麗に4枚におろせると。4枚おろしですね。魚の3枚おろしではなく、4枚おろしで、卵とパン粉にくぐらせて弱火で揚げる。揚げる感じなんですね。結構ね、飛行目って、外側のね、皮の部分が骨みたいな感じの材質らしいんですが、弱火で揚げてサクサクな感じでいただくのがいいんですね。はい、じゃあ続いてこちら、大花叩きいきましょう。和名が黒筋巻き花売りとなっていて、黒筋、黒い筋がある、巻き花、花がね、巻いているウリということで、このウリってのはおそらく、現実世界で言うと、ウリ棒のことを指しているんだと思います。この体のね、黒筋の体の横線の模様が、ウリから来ている、模様なんだと思います。なので、とりあえずこいつはウリ棒が、デザインの元になっていて、ついでにね、見た目の色合いも緑色で、野菜のウリですね。キュウリとか、西ウリの仲間みたいな、ウリみたいな感じにもね、色合いがなってるので、そういうシャレ的なデザインも兼ねているんだと思います。で、オリマーさんによると、長い花には骨や関節はなく、すべて筋肉でできており、とても柔軟に投げ伸ばせると。硬い皮膚は格子構造になったコラーゲンが分厚い層を形成して体全体を覆っているが、腹部だけは素肌があらわになっている。コラーゲンが、層を、ね、形成しているので、かなり弾力のある、皮膚で、基本的には、打撃はね、こいつには効かないんで、腹部だけ、素肌がね、あらわになっている腹部を攻撃する必要がありますと。で、発達した花は大きく重いため、普段は内側に丸めて体の重心に近い位置に収めているが、縄張りを侵されると花を伸ばして振り回し叩きつけるなどして攻撃すると。小花叩き同様全体重における花の割合が高くバランスが悪いため背後横からの衝撃を加えられると簡単に転んでしまうというわけで、こいつに対してはオッチンの、突進攻撃がね有効ですね。小花叩きってのはこいつのことなんですが、こいつと同じく、横からね、オッチンの突撃を、当てることによってひっくり返してお腹の柔らかい部分に攻撃するのがセオリーとなっております。で、ルーイさんによると、大きくなると苦味は消え、甘く芳醇な香りに、鼻元は煮込み、鼻中は焼肉、鼻先は燻製などいろんな食べ方を楽しめるというわけでね、鼻はね、筋肉なので結構ね、硬そうな感じだと思うんですが、牛すじ煮込み的なね、そういうじっくりね、コトコト時間をかけた食べ方が結構楽しめそうだなという感じですね。ちなみに小鼻叩きの方は鼻先からベリッと皮が綺麗に剥けると。
身はウリのような青臭さと苦味があるということで、やっぱりデザインの元となっているのはウリボウと、あとはウリですね。青臭いんですね。はい、じゃあ次は宝山椒をいきたいと思います。和名が偽金岡あんことなっていて、岡あんこ、つまり、陸に住むあんこっていう感じですね。陸っていう漢字はね、丘とも読みますしね。で、提灯がついているのがね、特徴ですね。今こうして電磁波みたいなのを放っている、頭の先っぽについたこの提灯。なので、あんこうと、あとは胴体部分が山椒魚みたいなね、見た目なので、あんこうと山椒魚のハイブリッドみたいな、そういう感じのデザインなんだと思います。で、背中のね、金属、背負っているね、金色の金属と、提灯から出る電磁波で、ピクミンとオニオンのね、両方に対して、ジャミングをね、得意としています。これでね、オリマーさんを困らせた元凶ですね。はい、今回の遭難の原因になったやつですね。で、オリマーさんの解説によると、背負っている鉱物のようなものは体液が凝固したもので、キラキラエネルギーと似た成分を含み、センサーを狂わせる。さらに、この生体鉱物には獲物をおびき寄せる匂いがあって、捕食にも利用されているというわけで、結構ね、この、背中の金属を剥がしていると、ピクミンがね、勝手に攻撃をね、し始めるんで、やっぱりそういう感じの、おびき寄せる、お取り寄せみたいな感じの、役割がありますね。なので、提灯と、あとは背中の鉱物、両方で、獲物を釣るんだと思います。また、頭部の提灯状の器官からは、ピクミンやオニオンに影響を与える電磁波が出ており、リーダーと誤認させることで、オニオンの外に引き出すことができる。しかし、隊列として制御するまではできず、ピクミンが物陰に隠れてしまい、捕食には貢献していないと。まさにね、丘あんこ、陸に住むあんこといった感じの生物ですね。いやー、面白い。で、ダルメッシュさんによると、背中のこの金ピカ、この子が生き抜くため、気の遠くなるような時間をかけて手に入れた特別な金ピカなんですね。金じゃない、センサーが狂う。わかります。ですが、私たちの理解を超えた存在、それが自然であり生命なんです。いや、なんか、深いような、どうなのかよくわからないダルメッシュさんらしい感想で、ルーイさんはいつも通り、身からほのかに山椒の香りがする、この宝山椒、山椒かと思いきや、山椒もかかっていると。香辛料の山椒ですね。で、癖がなくすっきり上品な味、いいですね。提灯は黒焼きにすると需要競争に、この黒焼きってのが、炭になるまでね、こんがりと焼いた料理のことで、有名なので言うと、千と千尋の神隠しに出てくる、イモリのヤモリが、あれと同じ感じで真っ黒に炭になるまで焼くと需要競争にいいと。いうわけで、結構ね、勢力がつきそうなやつですね。はい、じゃあ続いて二口カブトをいきたいと思います。こいつね、ピクミン1で出た、原生生物が名前をね、変えただけなんですけども、次に紹介する大雪カブトのね、解説のためにこいつも紹介したいと思います。1ではね、ピクミン1では二口どっくりという名前で、呼ばれていました。おそらくね、幼虫と成虫をね、分けるために名前が変わったのかなと思います。結構ね、デザインが一新されていてかっこよくなっていますよね。詳しくはね、ピクミン1の解説動画でやっているんですが、オリマーさんによると、角状の吸気口があるのがオスで、メスは成虫になると、吸気口が閉じ、岩を吐くことはなくなると。結構ね、メスの方も見てみたいですね。繁殖期になると、オスの吐く岩に卵を産みつけ、幼虫の餌とすることが知られている。ヤマトイシツツミの、成虫に思えるが、実は大陸から飛来して帰化した外来種である。要するに、特定外来生物という、問題になるやつですね。黒金大石包み、こいつは、ヤマトイシツツミとも、交配し、生まれた卵の半分は孵化せず、残りの半分は交雑種となり、深刻な遺伝子汚染を引き起こしている。こういうやつをペットとして飼って、自然にね、放ってしまうと犯罪になってしまうやつですね。はい、また、縄張り意識が強く、ヤマトイシツツミの幼虫に対して岩を吐いて攻撃することもあり、ヤマトイシツツミは絶滅の危機に瀕している。こいつはもともとね、ピクミンを捕食しない、原生生物なんですが、縄張り意識が強いことから、ピクミンに対しても攻撃を仕掛けてきます。で、ルーイさんによると、丸ごと茹でると殻が赤くなって、一人でに外れると。湯切りした身を岩塩で、殻が赤くなるんで、エビみたいな感じなんでしょうね。湯切りした身を岩塩でいただく。なんかマヨネーズなんかつけても美味しそうですよね。食べたことはないですけども。で、この二口カブトの幼虫がこっちの二口どっくりとなっています。なんでやっぱりね、ネーミングで、成虫と幼虫をね、分けている感じですね。では次、大雪カブトをいきましょう。こいつはね、和名が雪包みとなっていて、さっきのやつが石包みだったんですが、こっちは雪包みというわけで、寒冷地に追いやられた大和石包みが、
環境に適応したものと、思われます。さっきの、二口カブトがね、大陸の外からやってきて、このヤマト石包を寒冷地に追いやって、それにね、その環境に適応して、こんな感じのね、真っ白な綺麗な兜になったんだと思います。で、オリバーさんの解説見ていきましょう。雪包みの成虫と。幼虫時には、開いている頭部吸気口が閉じており、口角の尖った部分はその痕跡である。この大雪兜のこの上の方ですね。さっきの吸気口があった部分は閉じているんですよね。で、餌の少ない環境で効率的に捕食が行えるよう、成虫になると、口による吸気に切り替わるのだが、これは二口ドックリとの縄張り争いに敗れ、寒冷地へと追いやられた影響と考えられている。吸引力が上がる一方で、急激な体の膨張を防ぐために、腹のね、鬼門から、排気する必要があり、殻を開いてしまうようだと。ね、昆虫にある鬼門ですね。空気を取り込むための鬼門、そこからね、排気をするために、交易の時に殻をね、開いてしまうというわけですね。で、ルーイさんによると、身がぎっしり詰まった手足をね、殻ごと茹で、レモン汁を垂らす。繊維の隅々まで行き渡ったら、一気にチルリと。なるほどね。こいつも茹でるんですね。で、レモン汁を垂らすんで、さっきの、二口カブトがエビみたいな感じだったのが、こっちはカニみたいな感じなんでしょうね。しかも手足ですからね。カニの足みたいな感じで。繊維の隅々まで行き渡ったら一気にチルリ。いや、マジで、こうしてみると美味しそうに見えてきますね。では、6番目の原生生物、皇帝デネマダラとなっています。こいつはもともとね、ピクミン1でのラスボスだったんですが、それがね、実は大王個体ではなく、皇帝デネマダラだったと。そういう感じなんですね。和名は大王デネマダラの長寿個体となっています。まあね、見た感じ、これ何なのかと思うかもしれませんが、これ普段はね、体を地中に埋めて獲物をね、待ち伏せているんですね。なので、これは待ち伏せ形態で、こうしてね、ピクミンを投げつけると地上に現れてくると。で、攻撃に関しては粘着性の下による捕食と抜群の脚力による踏み潰し、この2種類の攻撃を行ってきます。で、オリマーさんによると、大王デメマダルの長寿個体、若い個体はね、群れで行動する。大体ね、3体ぐらいで行動していますね。で、年を重ねると群れから離れ単独で行動する。それがね、皇帝デメマダラになるというわけですね。で、脚力がね、非常に発達していて、この巨体にね、似合わぬ素早い跳躍で獲物を踏み潰し捕食すると。かなりね、背中に背負ったものだとか重そうですし、長寿個体なんでね、足腰弱ってそうですが、逆にね、脚力が強いと。で、甲羅状に盛り上がった皮膚の年輪を数えると100歳以上のものも少なくない。背中は苔やシダ植物に覆われており、稀にデメモダラタケという特殊なキノコが、背中に生えているゼンマイみたいなね、くるっと巻いた植物、あれがデメマダラタケという特殊なキノコになっています。キノコなんですね、あれ。山菜かと思った。で、ルーイさんによると、背中のワラビはアクを抜いて前菜になるほどね。ワラビって言ってる。ワラビってキノコなのかちょっとわかんないが。タン、目玉、唇、肉、油、そのすべてが一級品。年を重ねるほど旨味が増していく。いや、うまそうですね。なんか、ブランド物の牛肉みたいな感じですね。でも、目玉も食べられるし、唇も食べられるんですね。ルイさんしか食べないのかもしれませんが。いや、でも、こうしてみると美味しそうに見えてきますね。はい、じゃあ続いては、蜜餅いきたいと思います。ピクミン1で出てきた水餅の亜種ですね。和名はオナガホシミツ餅となっていて、詳しくはピクミン1での、解説を見ていただければと思います。こうして見ているだけではね、何かがわかんないんですが、攻撃をね、開始すると、このね、蜜から、本体が出てきますね。こんな感じで、水餅と同じ単細胞生物らしいですね。つまりね、アメーバなどと同じ微小生物と、構造的には同じなんですが、やっぱり特徴はこのデカさですよね。ゲル状の体に、ね、取り込まれてしまうと、一定時間ね、経つとピクミンが死んでしまうので、急いで呼び戻して、あげる必要があります。で、オリマーさんによると、水持ち科に属している巨大な体にそぐわぬ単一の細胞で構成される原始的な生物。やっぱりそこら辺言及してますね。核はね、星型をしていて、弁毛のような、尾の先のヒレでね、ゲル状の体を素早く伸縮して移動する。この弁毛ってのは、確かゾウリムシとかにあった移動のために使うやつですね。ヒレによってゲル状の体を動かして移動すると。で、体内から核をね、取り出すと、このピクミンでね、引っ張って核を取り出すと、この柔らかい体を維持できずに、一時的に飛び散ってしまうが、核が生きている限り元の形状に戻る。
普段は大地のエキスに擬態して獲物を待ち、消化液を含んだゲルを膨張させて捕食すると。この、ゲルの部分が捕食の消化液もね、含んでるんですね。なので、酸性の液体なんでしょう。で、こいつもね、さっきの皇帝デメワダルと同じく擬態して獲物をね、待ち伏せる感じですね。結構ね、小動物なんかを食べる生き物は、擬態したりね、待ち伏せで、獲物をね、取る、習性があるので、こいつもその、習性を活かして、待ち伏せによって、獲物をね、捉えてるんですね。はい。で、ルイさんによると、ゼリー部分をぐずぐずに崩すと。ゲルというか、ゼリーなんですね。ルイさんによると、もうこいつの本体はゼリーであると。で、甘味とフルーツを加えて、あんみつに、うまそうすぎる。ここからのね、夏の季節に、ぴったりな、スイーツになってしまいますね。ルイさんの手にかかると。はい、じゃあ次はね、毒なめこいきたいと思います。こいつ見た目つか、最初に見た時にね、めっちゃ衝撃受けましたね。ピクミン1で出てきた、ボケなめこの亜種となっています。こっちはね、ピクミン、ボケなめこと違って、胞子ではなく毒をね、巻きますと。で、毒だけではね、大したことはないんですが、こいつがね、胞子を巻くとね、周りの死骸が生き返るんですよね。それがね、めちゃくちゃ厄介で、初見の時はね、かなり苦戦は強いられました。こいつのね、胞子を浴びると、こういうね、カビコチャッピーだとか、あとはこのカビフラシなんかはね、死骸が復活するんですよね。もともとこいつらは、胞子によってゾンビ化して操られているやつなんですよね。胞子に操られている生物なんで、その胞子を補充してあげることによって、また生き返ると。このカビコチャッピーも同じくですね。瀕死に体を乗っ取られたデメオダラの妖体と。なので、コチャッピーの、部分に意識はなくて、背中の胞子脳からの、胞子によってね、操られているんですね。で、オリマーさんによると、ボケナメコ同様にキノコでも動物でもなく、反動半菌類の補菌類であると。で、この補菌類ってのが、歩く菌なんで、要するに歩くキノコなんですね。ピクミンだとか、ビックリギクなんかはね、補根類と言われている、歩く根っこというね、扱いなんですが、こっちは補菌類ですね。で、毒なめこは生態系では生産者や消費者ではなく、分解者としての役割を果たしていると。で、主に生体に胞子を振りかけて寄生するが、死骸であっても筋肉をね、菌糸で動かして生き返ったかのように操ることができる。ピクミンはね、死んでしまうんですが、いろんなね、他の死骸だったり、生体だったりに、胞子をかけると、ゾンビ化させるんですね。要するにピクミン1のキノコピクミンみたいなやつにするんですね。周りの生物を。で、寄生する生物によって菌糸の張り方が異なり、栄養を豊富な培地とするために餌を求めて徘徊することもあれば、胞子をね、撒き散らすために利用する場合もある。大体ね、こいつの周囲にはね、この、プレビオにあるような、毒を放つキノコがね、配置してあるので、そういう感じでテリトリーをね、決めて、培地を作ってるんですね。はい。ではね、ルーイさんの解説見てみますが、この明らかな毒キノコ、土に40日くらい埋めておくと毒が抜けるらしいですね。どういう探求心だと。食に対する探求心がえげつない。で、むせるほど香りが強く、チョコのような味。香りが強くてチョコのような味という感じですね。で、ここだけの話なんですが、こいつのね、お尻めっちゃ可愛いんですよね。そこら辺も本編にて確認していただければと思います。はい、では次、白焼き揚げ派いきましょう。これぞピクミン4っていう感じの氷属性の原生生物ですね。体をね、雪でできた繭でね、覆って身を守っていて、要するに羽のついたミノムシみたいな、イメージですね。飛んでるミノムシ。で、こいつね、名前にはね、アゲハっていう名前ついているんですが、その正体はね、ガなんですよね。この和名を見るとわかるんですが、白焼きアゲハ、モドキとなっていて、こいつはね、アゲハではないやつなんですよね。で、科目には雪見の蛾科と書いてありますので、要するに、実の蛾なんですね。オリーマーさんの解説によると、外皮中の水分を体内に取り入れ、アンモニアを冷媒とした体内の冷却サイクルで過冷却状態にすると。腹部の鬼門から噴出して微細な氷でできた繭を作り出す。結構ね、難しいことを、言っていますが、アンモニアを、液体の状態で過冷却して、鬼門から出して、さっきのね、大雪兜と同じ鬼門からね、噴出して、氷でできた繭を作り出すと。この繭で身を守るとともに、冷気で獲物を凍らせる。こいつね、冷気攻撃も仕掛けてきます。ぐるぐると巻かれた興奮は上顎が進化したもので、表面の細かな毛で餌を絡め取る。でよく見るとね、わかるんですが、こいつね、くちばしなんですよね。
くちばしの上顎が、なんかくるくると巻いた興奮になってるんですよね。で、実はアゲハチョウの一種に擬態したガの仲間であるのだが、元の蝶は寒冷化に適応できず絶滅してしまったものと思われる。こいつはね、本体、白雪アゲハ、本物のね、白雪アゲハは、もうすでに絶滅してしまってると。で、こいつはね、そいつに擬態したガの仲間。アゲハチョウに擬態する意味はちょっとよくわかりませんが、あ、そうか。それで獲物を油断させて捕食する感じなのかな。こうしてみると、そういう生態も結構ね、垣間見えていきますね。で、ルーイさんによると、みじん切りにしてお肉のシャーベットに、フルーツソースを一刺し、羽と触覚は蒸しって飾りに使うとおしゃれ。羽と触覚は食べないんですね。で、お肉のシャーベット。なるほどね。凍った冷凍肉みたいな感じなんですね。で、フルーツソースを一刺し。なるほど。ちょっと、あんまり味の想像ができにくいですが、お肉のアイスみたいな感じなんでしょうね。はい、じゃあ続いてはね、今回、ピクミン4でね、一番僕が好きな原生生物、ダマグモインフェルノをいきたいと思います。もう名前からしてやばい。で、和名がね、スソビロ盆踊り杖払いとなっていて、盆踊り杖払いか。この杖払いっていうのが、ダマグモをね、指す、和名となっていて、で、裾広なので、足部分がね、結構、広くなっている。裾がね、広くなっているダマグモの種類ですね。で、このダマグモインフェルノの、白い点ですね。球体部分についている白い点は全部センサーになっていて、これで獲物を、捕捉します。足からね、化学物質をね、撒き散らして、ボケナメコと同じね、混乱状態。ピクミン4から実装された混乱状態とするね、特殊な状態にピクミンを陥れます。要するにね、場を荒らすのが結構ね、得意な原生生物ですね。で、BGM もね、独特でめっちゃ上がるんですよね。このダルメッシュさんの、解説によるとね、熱きグルーヴにバイブス上がりっぱなしというわけでね、このマジで BGM がね、神なんでね、で、初見時のね、インパクトはね、マジでこいつ絶大でしたね。で、オリマーさんの解説によると、内臓の一部に有機物を残すが、広角は無機物で、19個もの目、光電センサーが備わっており、獲物の位置を正確に把握すると。こいつね、獲物と言ってますがね、捕食はしないんですよね。結構ね、ダマグモ科は、生態がね、謎の部分が多いんですが、とりあえず踏み潰すべき獲物の位置をね、正確に把握すると。で、第一関節のね、裏側から、放出される気体、ピンク色のね、気体には獲物の脳に作用すると、一時的に行動を乗っ取る、化学物質が含まれて、奇妙に飛び跳ねながら足元付近を動き回ることから、地獄のダンスと言われていると。で、およそ生物の説明として似つかわしくないが、この惑星では有機物と無機物のね、境界が明確ではないんだようだと。以前のダマグモキャノンにもありましたがね、マジで、機械とね、一体化した生物がね、このピクミンの世界にはね、いるんでね、普通に。なんで、それの一種ですね。こいつもね、ダマグモキャノンと同じく、獲物のね、捕食というか、天敵がね、いないので、身を守るためにね、機械と、融合する必要はないはずなので、おそらく機械の方が、このダマグモにアプローチして、融合したんじゃないかという説がありますよね。それかね、個人的というか、僕個人がね、睨んでいることなんですが、
誰かが生物を改造して、こういうね、反機械化、サイボーグ化したね、生物が生まれてるんじゃないかとね、ちょっとありますよね。この惑星にはね、いろんな謎がね、多い部分がありますので、そこら辺の考察もね、ちょっとありますね。で、ルーイさんによると、筋だらけで歯に引っかかる、焦げたビニールや金属の匂いがするというわけで、食べれたもんじゃないですね。ダマグマキャノンと同じく、ほとんど機械っていう感じなんでしょうね。はい、それではラスト、今作、ピクミン4の裏ボスというかラスボスですね。ラスボスにあたるこちら、リャタノ忘れ犬いきたいと思います。和名はね、犬神の使わしめとなっていて、かなり謎の多い、ワンちゃんですね。名前にね、ヤタノって、書いてあるので、おそらく、有名なヤタガラスとかとね、同じ真獣にあたる犬、つまりね、狛犬がね、モチーフなんじゃないかと個人的には、考察しています。ハテナカと書いてありますが、2本足でこいつ立っているので、おそらく犬虫科なんだと思います。最初にね、ピクミン4のボス枠が犬らしいということで、分かった時にね、僕とっさにね、犬虫なんじゃないかと思ったんですが、見てみるとマジでほぼ犬というか、犬虫にしてはね、尻尾もあるし、目玉もね、飛び出してないので、ちょっと怪しい部分はありますが、犬虫系統の元祖と考えるとなしじゃないのかなと思いますね。で、特徴としては、このふさふさとした毛並み、ちょっとね、緑がかっている毛並みと、赤く光るこの眼光、鋭い眼光と、あとはね、トムとジェリーのブルさんみたいなね、かなり立派な首輪がついてますよね。なので、誰かの元々は飼われていたやつなんかな。ペットとして扱われていた、ワンちゃんなんでしょうね。で、オリマーさんの解説によると、巨大な犬から寛容系幹細胞を採取して、光の蜜で培養、葉っぱ化したオッチンに投与すれば元の尻尾に戻すことができる。オッチンの病気を治すための薬をね、作れるんですね。つまりこの巨大な犬とオッチンは遺伝子的に 99.9% 類似していると考えられ、オッチンとモスの違いは初めから尻尾が葉っぱ化しているかのみである。遺伝子的に 99.99% 類似しているってことから、なんかクローンみたいな感じにもなんか取れますよね。で、これらの事実は互いに遠く離れた星系に生息する2種の宇宙圏がこの老犬を共通の祖先とする可能性を示していると。思いもよらない事実がそこには隠されているのかもしれない。なんかこいつ自体もね、いろんななんか歴史を含んだ生物っぽいですね。で、ルイさんによると、極上の毛触りと乗り心地、連れて帰りたい。こいつに関してはね、食べてないということですね。はい。ルイさんもね、もともとこいつをね、ペット感覚でね、やっていたので、ピクミン2の再来ではないですが、原生生物をね、手なずけて、自分のね、傀儡というか、しもべにするのがルイさんのすごいところですよね。さすがは虫の王といったところか。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はね、この生物図鑑を見ながらね、いろんな考察も含めて、ピクミン4の新ボス生物をね、解説していったんですが、マジでやっぱりね、ピクミンの世界にいる生物はね、面白すぎるほど面白いですね。皆さんもね、良ければ自分なりのね、考察、いろんなね、生物、どんな生物が好きかだとか、こういう生物はね、こんな感じなんじゃないかと思ってるんだみたいなことがあったら、ね、コメントにて書いてみてください。ということで、今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。